コバエの生態系への影響。イントロダクション。コバエは我々の日常生活に頻繁に現れ、時には迷惑な存在となることもあります。しかし、彼らが生態系にどのような影響を及ぼしているのか、その点を深く考えることは少ないでしょう。コバエたちは、それほど大きくない体で、どのような重要な役割を果たしているのでしょうか？今回は、ずんだもんと四国メタンと一緒に、コバエの生態系への影響について詳しく探ってみましょう。コバエの一般的な役割。コバエって何をするのだ？コバエは生態系の一部としてとても大事役割を果たしているの。彼らは腐敗物や排泄物を食べることで、それらを分解して新たな土壌や栄養素を生み出すの。これは自然界のリサイクルシステムの一部とも言えるわね。それに彼らの存在によって他の動物たちに食物を提供しているの。その食物を提供することで、彼らは生態系全体の生物多様性を維持するのにも一役買っているのよ。コバエの生態系への影響。それならコバエがいなくなったらどうなるのだ？それは大問題ね。コバエがいなくなると、その役割を果たす生物が減少して、生態系のバランスが崩れる可能性があるの。例えば、彼らが分解することで生じる栄養素がなくなると、植物の成長が阻害されるかもしれないわね。それに、彼らがいなくなると、その食物網の中で、彼らを食べている生物たちにも影響が出るわ。つまり、コバエがいなくなることは、生態系の健康全体に影響を及ぼす可能性があるのよ。コバエと人間の関係。コバエって人間に迷惑をかけることもあるのだ。その通りよ。コバエは病原体を運ぶこともあるから、その点では人間にとっては害となることもあるわね。でも、それは彼らの生態系での役割を無視するわけではないの。彼らがもたらすデメリットよりも、彼らが果たしている役割の方が大きいとも言えるわ。だから、コバエがもたらす可能性のあるリスクを理解するだけじゃなくて、彼らの存在が生態系に及ぼす影響を理解することも大切なのよ。まとめ。コバエは我々の生活環境で見かける一般的な昆虫であり、時には迷惑な存在ともなります。しかし、生態系における彼らの役割を理解することで、コバエの存在を新たな視点から、見ることができるようになるでしょう。それゆえに、コバエに対する理解と尊重が必要となってくるのです。それぞれの生物が生態系において果たす役割を理解することは、私たちが自然と共存する上で重要なことです。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。